この動画では、フロックブルーの製品一覧と、それぞれの機能、及び設置例について紹介します。フロックブルーには様々な種類のデバイスがあります。何を制御するのかによってデバイスが異なります。ここからフロックデバイスの種類とどのような機能があるか紹介します。まずは基本的なオン・オフを行うフロックアクトというモデルについて紹介します。フロックアクトにはこちらの4種類があります。詳細を簡単に紹介します。デバイスの表面にタイプの記載があります。フロックアクト10、出力を1つ持つタイプです。フロックアクト11、出力と入力を1つずつ持つタイプです。フロックアクト13、出力を1つ、入力を3つ持つタイプです。フロックアクト2、出力と入力を2つずつ持つタイプです。入力と出力が何を指すのか説明していきます。フロックアクト10は出力を1つだけ持つタイプです。出力とは制御する対象です。ここでは照明の位置系統です。フロックアクト11は出力と入力を1つずつ持つタイプです。入力とはスイッチなど制御する対象のトリガーになるものです。ここでは出力で照明が1系統、入力でスイッチが1つです。フロックアクト13は出力を1つ、入力を3つ持つタイプです。ここでは出力で照明が1系統、入力でスイッチが3つです。フロックアクト2は出力と入力を2つずつ持つタイプです。ここでは出力で照明が2系統、入力でスイッチが2つです。どのように使用するかを簡単に紹介します。フロックアクト13には照明を1系統、スイッチを3つ。2つのフロックアクト10にそれぞれ照明を1系統ずつ接続します。フロックアクト10にはスイッチが接続されていませんが、フロックアクト13のスイッチから Bluetooth 経由で制御することが可能です。一番上のスイッチでフロックアクト13に接続した照明を制御します。真ん中のスイッチで左下のフロックアクト10に接続している照明を制御します。一番下のスイッチで右下のフロックアクト10に接続している照明を制御します。次にフロックディムというモデルについて紹介します。フロックディムもフロックアクトと同様にこのような4種類があります。フロックディムは調光可能な照明を制御する場合に使用します。なお、調光については位相調光にのみ対応しています。フロックディムの種類について説明していきます。出力を1つだけ持つフロックディム10、出力と入力を1つずつ持つフロックディム11、出力を1つ、入力を3つ持つフロックディム13、出力と入力を2つずつ持つフロックディム2です。フロックディムはフロックアクトと基本的な配線方法は同じです。フロックディム10は出力が1つなので調光可能な照明を1系統、接続可能です。フロックディム11は出力で照明を1系統、入力でスイッチを1つ、接続可能です。フロックディム13は出力で照明を1系統、入力でスイッチを3つ、接続可能です。フロックディム2は出力で照明を2系統、入力でスイッチを2つ、接続可能です。次はモーターなど動力を必要とする製品に接続するためのフロックリレーというモデルについて紹介します。フロックリレー2は出力と入力を2つずつ持ち、最大 1200W まで出力可能です。フロックリレー2PF は出力と入力を2つずつ持ち、無電圧出力が可能なタイプです。フロックリレー2とフロックリレー2PF の違いについて簡単に説明します。フロックリレー2の出力は電動シャッターなどのモーターに直接接続して制御します。例えば、このように電動シャッターのモーターのオープンとクローズに接続します。入力については今までと同様、スイッチに接続します。フロックリレー2PF の出力は
モーターに直接接続するのではなく、リレーに接続して無電圧接点出力します。例えば、このように電動シャッターのリレーのオープンとクローズに対して無電圧出力を行います。入力については同様にスイッチに接続します。さらに他のフロックデバイスについて紹介します。フロックエントリーは電気錠を制御するためのデバイスで出力を2つ、入力を3つ持っています。フロックインは入力のみを持つモデルで、フロックイン3は入力を3つ持っています。フロックエントリーは例えばこのように接続します。出力には施錠と解錠の2つ、入力にはステータス用の配線を接続します。ステータス用の配線を行うと、スマホアプリのフロックコントロールで電気錠の状況確認をすることができます。フロックイン3は入力のみでスイッチ3つに接続可能です。さらに別のフロックデバイスについて紹介します。フロッククロックは入力と出力は持たず、Bluetooth メッシュの中継機として使用するモデルで、タイムサーバー機能を持っています。フロックキーはトランスポンダーで、備え付けのスイッチの代わりにトリガーとして使用できます。また、ジャイロ機能を持っているので、押す向きによって送信する Bluetooth メッセージを変えることができます。フロックリンクは Windows PC でフロックプロジェクトアプリを使用して、フロックブルーシステムを設定する際に使用します。または API を使用して別システムとフロックブルーシステムの間のゲートウェイとして使用することも可能です。ここからはフロックキューブという別モデルのフロックデバイスを紹介します。フロックディスプレイは名前の通りディスプレイを搭載しており、スマホアプリのフロックコントロールと同様の使い方が可能です。また入力を2つ持っています。フロックアクセスは任意の数字のピンコードごとに送信する Bluetooth メッセージを変えることができます。また、入力と出力を一つずつ持っています。フロックモーションは赤外線パッシブセンサーを搭載しており、例えばデバイスに近づいた際に Bluetooth メッセージを送ることができます。また、入力と出力を一つずつ持っています。実際の設置例を見てみましょう。例えば、このようにフロックデバイスと制御対象製品を設置したとします。フロックデバイス間は Bluetooth メッセージで通信することで、直接配線されていないデバイスを制御することが可能です。フロックアクト13に接続したスイッチのうち、一番上のスイッチを押すと、フロックアクトに接続した照明を制御します。今度は、真ん中のスイッチを押すと、フロックディム13に接続した照明を制御します。一番下のスイッチをダブルクリックすると、フロックエントリーに接続した電気錠を解錠します。今度は、フロックインに接続しているスイッチのうち、一番上のスイッチを押すと、フロックリレーに接続している電動シャッターが開きます。真ん中のスイッチを押すと、すべての照明を制御します。一番下のスイッチを押すと、電動シャッターが閉じます。制御するのは、備え付けのスイッチからだけではなく、フロックキーからも可能です。例えば、上向きで1回押すと、フロックディムに接続した照明を制御します。フロックモーションは赤外線パッシブセンサーに人が近づいた際に、それをトリガーにして照明を任意の時間、点滅させます。スマホアプリのフロックコントロールからは、すべてのデバイスを制御可能です。例えば、フロックコントロールから電気錠を解錠します。フロックアクセスは任意の数字を組み合わせることで、送信する Bluetooth メッセージを変更可能です。例えば、2、6、8、4でフロックディムに接続している照明を点灯し、フロックリレーに接続した電動シャッターを開けます。
フロックディスプレイはフロックコントロールアプリと同様にすべてのデバイスを制御可能です。また、各デバイスの状況も確認できます。このように照明がついている状況がわかります。また、Wi-Fi を搭載しているので、スマホアプリで遠隔地からもインターネットを介して制御可能です。